はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星とタロットで見てみたいと思います。お願いします。早速いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャッジメント、ワンド3逆、ペンタクス4の逆、死神逆、ソードキング、ワンド5の逆、ペンタクス8、気をつけることや対策が、カップのナイトとワンドの7の逆、そしてオラクルはフールの逆です。見てみましょう。はい、ちょっと星のお話させてください。ですね、11月の後半っていうのは水面下でね、何かが動き始めるっていう感じがします。これ全体的に。そして会社の皆さんにとっても決意するみたいな感じもしますね。まず11月16日が牡牛座で起こる満月なんですね。でこの満月という事象自体は12星座共通でね、どの星座にも満月は同じ日に来るわけですけども、蟹座の皆さんにとってはね、この満月ってなんだかこう日常生活におけるなんかね、こう自分の喜びと、これからなんとなく向かっていきたい漠然とした未来ものに対して、でも今の喜びもあるし、いやでもみんな将来に対してそろそろ手をかけたいみたいな、なんかそういう思いもあるしっていうところに対してこう考えていったことに対してカチッとなんか音が鳴るっていうかね、カチッと何か答えが決まるみたいな感じがあります。でちょうど満月っていうのは基本的にはこう引っ張られるようなエネルギーなわけですね。なので人間の体が 60% 以上水なので、非常にこう引っ張られるような感覚になり、そしてなんかこう感情がこう揺さぶられるみたいなことありますが、今回の満月に関してはもちろん揺さぶられるかもしれないけれども、だからこそやっぱりこうだみたいな結論みたいなものを自分の中でガシッとつかめそうな感じがするので、どんな満月の時に何を思ったのかっていうのを、もうそれは最終結論じゃなくてもいいのでね、一つの目安になることとして自分の中から湧き上がっている感覚やその時で出た答えっていうのを書き留めておくといいと思います。後からまた精査できますから。そして11月の20日からね、またなんとなくこう水面下の流れは変わってくるわけですけども、これはちょうど今年の前半やマックス9月の2日ぐらいまでねあった流れなので、9月までの間にご自身が感じたことやなんとなく携わったことや思っていたことっていうものに、これからようやく本格的に携わりますよねって、これからずっとその域に行きますよねっていうような感じがあるんです。言い換えればちょっとこう見えない世界に足を踏み入れるっていう感じがあるので、ちょっと漠然として分かりにくいかもしれないんですけども、別の言い方をすると、これまでは誰かに対して、他者に対して、もしくはその契約に対して自分がとらわれていたり、絶対に守らなければいけないと思っていた感覚が外れるっていう感じがしますね。何かが一つ外れるんです。他者に対して何かしなきゃいけないとか、絶対これは守らなきゃいけないと思い込んでいたルール、例えば宗教的なことに関しても、例えばですけども、その宗教に入っている以上は必ずその宗教のルールに従わなければならないと思ってるわけですよね。それを従わなかったらダメだって思ってるけど、待ってって、そもそもその宗教を選んでることももしかしたら自分かもしれないっていうね、なんかそれを外せるっていう感じなんです。否定するとかそういうことではなく、自分で外せるっていう感じがするんですね。なので何か大きなね型が外れる感じはあります。それは人それぞれ皆さんの生活によって違うと思うんですけども、何かとらわれていたものから外れるなって感じです、星で見ても。そして11月22日からまたね、太陽は伊手座に入ってくるので、こう日常生活を整えましょうみたいな感じになるんですが、それまでっていうのはすごく自分の中の好奇心や新しいことに向かうエネルギーっていうのは膨らんでいる時なので、ぜひそれは膨らませておいていいと思いますよ。22日までね。でその中でも16日の満月っていうのがなんだかすごくなんかぼんやりしていたことだけれども、自分の中でカチッと揃うみたいな、やっぱりこうしたいとかね、
例えば例えばの話ですけど、子供を持ちたいと思っていたけれども、やっぱりいらないわとか、やっぱりやめておこうっていう決断がすっきり出るとかもそうだし、やっぱりここは頑張って何が何でもこうしたいみたいに思う逆バージョンもあるかもしれないので、何かしらそういう思いがなんか揺さぶられて出てくるなって感じがします。そしてまたちょっと先にお伝えしておくんですが、11月26日から12月16日までっていうのは水星が逆行しますので、この水星逆行期間っていうのは少しねスケジュール余裕を持たせておく方がいいと思います。また情報がちょっと誤送信してしまいそうな時でもあったりするので、特に患者の皆さんにとってはこの時の水星逆行っていうのは自分の日常生活や労働というね会社の中での起こりやすいので、自分がめちゃくちゃ時間をかけて作った資料を台無しにしたりとかしないように、何かのミスで消しちゃったとかないように、なんか余裕と確認っていうものをしっかりとしておく方がいいですね。コピーを取っておくとかもそうだし、必ず連絡ついたかどうか連絡してもらうとかもそうだし、そういう確認をするようにしたらいいと思います。そしてその星の情報の上でタロットを見た時に、やっぱりタロットでもここでもゼロに戻るよとか再生するよとか言われてるわけです。これはさっき言った私の何かの型が外れるっていうのとすごくマッチするなって思うんですよね。なので自由になるっていう、一つ自由になるっていうふうに思っておいてください。これまでももちろん自由だったと思うんですけども、何かしらのそういう想念、こうしなければならないんじゃないか、こうするのが愛なんだみたいに思っていたものから、それが外れることによって、違う愛もあるかもみたいな、違う愛情の示し方もあるかもとかですね、なんかそういうふうに変わってくるんですよね。それはとても自由になる一つの情報っていう感じがする。自分が本当に自由になるんです。このフールのように、この先ないよって言われても大丈夫、この先あるんですって分かってますみたいな、そんな感じでとっても晴れやかな、心も体も状況も自由なんだっていうことを感じられる気がしますね。とてもいいですね。これはちょっとまた先の話になっちゃうんですけど、2025年のね、来年のまた一定期間っていうのは少し夢を見てほしいっていう期間もあるんですね。もっと自由に羽ばたいてほしい、規則ばっかりじゃなくて自由に夢を見てよって、自分の人生こんなに楽しいじゃないみたいなことを体感できる時期がありますので、その前にもう入ってきてるなって感じがします。でちょっと戻りますが、前回の動画でも11月4日に火星が獅子座に入ることによってね、何か自分の価値っていうものをもっと構築していくよってあったと思うんですね。これはもちろんお金を稼ぐっていう風なことも使えます。それも出てるので使えるんですが、自分の感覚をもっと強くしていくとか、自分が持ってる感覚や価値、自分の価値っていうものをもっと高めていくよっていう感じがするんですね。ということは、例えば自分がもし小さければ誰かの言うことを聞くっていうことだ、それで守られるっていうことだったのかもしれませんが、自分の中に全ての答えがあるとか、自分次第でこの世界はやっていけるってなったら、その今までとらわれていた感覚っていうのはちょっと外れるじゃないですか。そんなことがあるんだろうなとやっぱ思うんです。これは何も11月末だけのことじゃないんです。そのきっかけが11月末水面下で動き出すなっていうのがすごく印象なんですね。なので来年の6月までね、7ヶ月もあるわけです。自分の価値を構築していく時間が。その間稼ごうと思ったら稼げるし、でもなんかここでやっぱり出てるのは、自由になるための努力なんだよって感じがしました。自由になるための努力、その世界がもう開かれていくって感じ。そしてもうすでに入り口もやっぱりジャッジメントの聖地なので、なんか自分には許可されてるとか、なんでしょうね、開かれているとか、願っていたことってやっぱり叶うんだみたいな、そういうなんかポジティブな扉が今開いてる感じがするんですよね。自分が守っていくことや、ここでもこのペンタクスの4っていうのは、自分が守っているもの、手放したくないとかって守っているものを手放していくよって感じで出てるんです。手放していく方がよっぽど自由だよみたいな感じなんですね。でそれをちょっと決意しやっぱこれは手放した方がいいのかなみたいにちょっと思っていたことが、おそらく16日の満月あたりでやっぱりそうだみたいに、何かもう正面から正論で分かるみたいな感じがあるんです。これはね、ソードのキングっていうのは本来はこれすごく厳しい人なんです。
裁判官とかね、警察官とか、それが自分の中でよく自分を責めるってことによく出てくるんですが、今回はもう正論で王道で自分がそうする理由が分かるみたいな、なんかそんな感じなんです。なんかカチッと揃うみたいなね。でそれに対してでも全然アクセクしません。ここでもワンドの5の逆、ここでもワンドの7の逆っていうことで、自分からそれを必死で取りに行くとか何とかするのではなく、状況を見守る。自分はちゃんとやるべきことをやりますみたいな、争いませんみたいな感じがあり、コツコツと自分がやることをやりますっていうことで、とても安定してるなって感じがしました。蟹座の皆さんやっぱり頑張り屋さん多いと思うんですよね。なんかとにかく頑張るみたいな感じだと思うので、先ほども言ったみたいに、もしなんか将来的なね、自分が本当に自由になるための努力をするんだって言った時に、やっぱり自由になるお金を稼ごうってなる方もいらっしゃるかもしれないし、それはできる感じがします。特に11月22日以降っていうのは、働くよとかなんか労働っていうところにも光が入るので、仕事しますとかね、そういうのもする方も多いと思うし、すでにされてる方っていうのはもうコツコツと自分のやることをやって、その上で自由になるための努力をしようみたいな流れになると思うんですね。自分を信じ始めるっていう感じもすごくします。そしてそれを応援してくれてる人がいる感じがしますね。このカップのナイトっていうのは、優しさを受け取るよとか、誰かが見てくれてるよとか、誰かが招いてくれてるよみたいな感じなんですね。でおそらくこれは何でしょうね、蟹座の皆さんは全然そんなつもりはないんですけれども、自分がやったことに対して他者が非常に喜んでいるっていうのがあり、その喜びに応じて何かの申し出があったって感じがするんですね。なのでこれはとても面白いですね。なんか蟹座の皆さんの中では、蟹座さんの世界観の中では、自分との戦いみたいな感じで、自分の中で納得がいくのかとか、自分の中で答えを出せるのかみたいなことで悶々としていたかもしれないけれども、やっとそれが揃って、時が来て揃って、自分の中ではっきりとした答えが出せるっていう感じもしますし、それによって非常に自由になれる。自由になったからこそ、はい、今やるべきことをやりますって言ってやってる感じがしますね。ちょっとこれを踏まえた上で仕事を見させてください。はい。カップ7、ソード8、ワールドということで、仕事運に関しては、11月22日以降ね、仕事運っていうのは出てくるので、日常生活でしっかり役割こなせますよとか、ちゃんと健康も管理していけそうですねみたいな感じはあるんですが、カードで見た時の仕事運っていうので見ると、今ある世界観を満喫してくださいっていう感じで言われてるんですよね。何かあんなこともやってみたいなとか、こんなこともいいなみたいな想像を膨らませていくのももちろんできるんですが、今の世界観の中で想像しておいてくださいねとか、今の世界観の中でやってねってことで、具体的になんか動きを促されてるわけじゃないって感じがします。実際はソードの8っていうことであまり動けないんですね。あまり大きく動けない。もちろん働けるし何でもできますよ。だけど大きくチャレンジするみたいな、何かそれはちょっとやりづらい状況みたいなので、今の中で考えてねっていう感じがしました。ちょっと話それるかもしれませんが、この11月の20日以降って、もしそのお金というビジネスで大きなお金を動かしたいと思っている方にとっては、ちょっと借り入れができたりとか、何か大きく動かして何かを売って大きなお金を得て、それを何かにしようっていうのもあるかもしれないんですが、その時ももしそんな大きな計画を立てていらっしゃる方がいらっしゃるとしたら、今の生活観の中でとか、今の世界観の中でやってくださいねっていうのがメッセージだと思ったんです。何か突拍子もない全く違う世界のこととか、違う自分が望んでいる以上のことを無理してやろうとするのではないよって感じが言われました。なので自分にとっての喜びは何なのかっていうのをね、思い出してみて、その中で今できることを仕事としてやりましょうって感じですね。ただね、別の言い方をすると、ここでも仕事に対してとか何か自分から積極的に取りに行くってことはしない感じがするんですね。あるがままに今の状況の中でやっていくっていうのができているので、そうなんだなと思います。ある意味今の環境すごく恵まれてるんじゃないですかね。仕事としての環境が。
そんなことないですっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、なんとなくそんな感じがするんですよ。できるなって、今のまま仕事しようと思ったらもちろんできるし、その上で自由になる努力をしていくなんですけど、仕事が完成してる感じがするんですよね。ただその完成してる環境の中でもちょっとやっぱりちょっと動きにくさを感じたり、もちろんあんなことしてみたいなってことは思うけど、実際にまだ動かないって感じがするんですね。なので今の環境の中でできることをコツコツとやってみてください。はい、その上でまたね、ちょっと人間関係見てみます。人間関係もまた出ましたね、フール。恋愛はまた別の動画で見ますので、皆さんもコメントありがとうございました。恋愛も続行でやっていきます。人間関係で見てまたフールが出たのと、そしてプリンセスですね、ソードのナイト、と太陽、いいですね。やっぱり何か今ね、ご自身はあんまり気づいてないかもしれないですけど、職場の中の人や誰か金田さんを見てくれてる人だったりとか、関わってる人っていうのは金田さんの価値っていうのをものすごく感じてるみたいですね、今。ここでもやっぱりカップのナイトもさっき出てたし、ここでやっぱ太陽が出ていたり、これソードナイトですけど、フールも出ていたりということで、非常に人間関係恵まれている。でもその中で蟹座さんは何かを終えようとしているっていう感じがするんです。でこれは本当にもしかしたら誰かとの関係をねやめるってこともあるかもしれませんが、でもやめて正解みたいな感じもあるんですよね。フールに太陽ですからね。もっと自由になっていいんだよって、その人に縛られなくていいよとか、その人に対しての恩義を感じなくていいんだよみたいな、なんか縛られていた思いっていうのを外していいよ、そして自由になるよっていうのもあれば、別にその関係性が完全に終わるとかではないんだけれども、自分が期待していた感覚っていうものが変わって違う感覚でつなぎ直すとか、違う感覚でもっと楽に関わっていくって感じがあります。なんかソードのナイトっていうのはどっちかっていうとめちゃくちゃ努力するとか、その人に対して本当はもっとけしかけたいとか文句があるとか、そんな感じなんですけど、もっと自由なんだ、その人はその人だよねみたいな、そうかって、私に対して何かをもっとこうしてほしいっていうことじゃなく、もうその人がいるだけで本当はありがたいんだなみたいな、その人と出会えたことってありがたいんだなみたいな、そんな感じのなんかね達観した感じもあるので、人間関係に関してもとってもいいです。多少イライラすることあったとしてもね、それは本当に些細なことって感じがしますね。今のこの患者さんはとにかくフールと太陽ということで、何かの型が外れて明るくなるよっていうのを覚えておいてください。はい、これを踏まえた上で最後もう1枚だけオラクルカード引いてみます。はい、明るいカード出ましたね。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身の直感でねメッセージ受け取ってみてください。いいですね。ラブ、何か何でしょうね。さっきのこの人間関係のところでも、別にその人に縛られなくていいよっていうことって、その人を別に蹴落としてるわけではなく、その人のそのものを受け入れるっていう愛情ですよね。それもね、自分の中から生まれてくる新しい愛があったり、優しさがあったり、なんだかハートがとにかく癒されるよって感じで言われてます。はい、ということでありがとうございました。ぜひまたよかったらコメントで何かしら感想を教えていただけると嬉しいです。そしていいねボタンもいただけると嬉しいです。またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。